皆さんこんにちは、ネストリングスです。今回は私たちのガチデッキを使ったガチ 3on3 バトルをやっていきたいと思います。今回対戦するのは私の水渡とちょめまるです。よろしくお願いします。お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、というわけでこちらが今回ちょめまるが使用する 3on3 デッキになっております。ただね、今回は自分自身が作ったガチデッキっていうわけではなくって、野水氏から全部スピンフィニッシュを取るデッキで挑むからアタックデッキだと嬉しいなって言われたので、その要望に応えれるようなデッキにしました。まずファーストベイはシャークスケール 160R です。こちらはね、強力なパーツで作られたカスタマイズで、今更説明は不要かと思いますが、アタックとスタミナの強いシャークスケールと何度もエクストリームダッシュをすることでアタックの試行回数を増やせるラッシュビットを組み合わせたカスタマイズになっています。オーバーだけではなく、アタックの当たり方によっては持久力の強いベイが相手でもスピンフィニッシュを狙っていくことができます。そしてセカンドベイはバハムートブリッツBH150LR です。こちらは火力に特化されたカスタマイズになっています。一撃の重さが強いブリッツにアシストブレードのヘビーを合わせています。カスタムラインのブレードなので、相手の強い一撃を与えるために低いセッティングのできる150と LR を使用しています。そしてサードベイはバレットグリフォン H です。こちらはカスタマイズはデフォルトのまんまなんですが、デフォルトのまんまでも十分に強いベイブレードだと思っています。純粋なアタックのベイブレードではないと思いますが、分離した後のバレットが非常に低い位置からアタックすることができるので、相手のベイのバーストを狙っていきたいと思っています。今回はこの3機で戦っていきます。こちらが今回私の水渡が使用する 3on3 デッキになっております。ファーストベイはブラキオウィップ FW960B です。新しく登場したブラキオウィップを早速ガチデッキに採用してみました。ブラキオウィップ結構持久力はある方だなと思っているのと、アシストブレードの W を使うことによって相手の攻撃をウィールで受けてスピンフィニッシュを狙っていけるような戦い方ができると思い、今回採用しました。前の動画では760を使用していましたが、760だとちょっとバーストしやすいなという印象を受けたので、今回は960に変更しています。セカンドベイがリザードロッド 360H です。まあこちらはあまり言うこともないカスタマイズだと思いますが、シャークスケールなど結構アタックタイプのベインが多い印象がありますので、バーストしやすい B などはここでは使用せず、ウィザードロッドにはヘキサを選択しました。こちらも相手の攻撃から身を守ってスピンフィニッシュで1ポイント取りに行きたいなと思っております。そしてサードベインがコバルトドラグーン 965E です。こちらも昔から使われているようなカスタマイズで、右回転の相手の回転力を吸収してスピンフィニッシュで1ポイント取りに行きたいなと思っております。エレベートが結構バーストしてしまうのが怖いので、ビットの軸の太さにバーストリスクが影響しない65のシンプルなラチェットを使用しています。今回はブラキオウィップが出たということで、スピンフィニッシュ1ポイントだけを狙っていくようなデッキをカスタマイズしてみました。これで戦っていきたいと思います。それでは対戦に行きましょう。シュートポジションを決めるじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんぽい。こっちで。はい、お互いのファーストベイ、せーの、じゃん。ブラキオウィップ FW960E。 シャークスケール 160R。 ファーストバトルレディーセット、3、2、1、ゴー。下からは前に置いて。いいぞ、いいぞ、潜ってるよ。あぶれお、いやこれ姿勢崩される。いいね。いや下からのせいで姿勢がいいね。どうだ。でもちょっと怪しいじゃないか。オッケー、フィニッシュ。ブラキオウィップに1ポイント。いやヒヤヒヤしすぎだったな。でも今のはやっぱフラットじゃなくて、あえてラッシュにしてね、下から狙ってって、バーストも狙えるし、そのウィールでね、受けられないようなアタックって感じだったんだよね。そうだね。なるほどね。でもちょっと寝かしすぎたかなっていう。
お互いのセカンドベイ、せーの、じゃん。ウィザードロット 360H、 バハムートブリッツ BH150LR。 セカンドバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。危ねえ、ちょっと待っていや、まだある。いや、さすがにこっからはないか。危ない。もう終了かもしれない。いや、そうね、でもだよ。そうね。いや、まだ飛ばす。で、フィニッシュ。ウィザードロットに1ポイントだけど、めっちゃ飛ばされたね。3回ぐらいワンチャンあったね。最初の一発がさ、うん上を飛んじゃったんだよね。そうね。あれが直撃だったら目も当てられないことになってたかもしれない。2回目のアタックぐらいかながちょうどポケットに入りかけてたから、いやー惜しかったな。ね。お互いのサードベイ、せーの、じゃん。コバルトドラグーン 965E、 バレットグリフォン H。 サードバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。あ、やばい。これはやばいって、なんか走るんだよ。あー分身。さあ、分身頑張れ。こっからギャンブルだ。いや、これね、吸収できないんだよね、こうなってくると。そうだね、本体がねそう、丸だからね。本体も丸だし、なんか邪魔してくるやついるからさ、そこに。ほら、なんか長いいいよ。おおー、で、フィニッシュ。バレットグリフォンに1ポイント。いやー、これ俺が思ってた相性の差通りだね。前の動画の方でも言ったけど、バレットグリフォン相手マジで回転吸収というか送り合い厳しいんだよな。なおかつ分身がちょっと。そう、分身すごいいたずらしてくるし、しかもこいつ低いからバーストも狙えるんだよね。ね。いや、やっぱ優秀だね。サードバトルでも決着がつかなかったので、デッキの順番を入れ替えて続きからやっていきます。お互いのフォースデイ、せーの、じゃん。ブラキオウィップ、バレットグリフォン。フォースバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。走んないでよ。いいよ、真ん中じっと。あ、分身いいよ。これバレットファースト。さあ、いいね、ダブルアタックだ。あ、いいね、だがバレットが先に止まった。いやー、でもこの巻き菱が邪魔。巻き菱さあ、俺の方もちょっと邪魔になってきた。2人とも邪魔。お、あ、やめて。いや、巻き菱当たりすぎ。ナイス。あ、どっちだ。これね、ブラキオじゃないかなって俺は思った。最後ちょっとだけ回った。回った。俺はブラキオに見えた。ドローにしましょう。ドローにします。もう一回やりましょう。レディーセット、3、2、1、ゴー。走んないでよ。オッケー。いや、真ん中陣取ってるよ。綺麗に真ん中陣取ってるね。これ分身してる。あー、したよ、こっからだ。こっから暴れ出すぞ。うわー、相手傾いてる。だいぶ今自分のバレットに足を引っ張られたような気がする。そうね。あー、これは良くない。これはだいぶ足引っ張られたね。これは良くない。あー。フィニッシュ。ブラキオウィップに1ポイント。ただ1戦目のことを鑑みるとそんな有利って感じはしないね。今回マジたまたまバレットがちょっとね悪さしたって感じだったね。そうだね、ここの部分はね、バレットグリフォン強いんだけど、分身した時のちょっとギャンブル要素はね、やっぱあるから、まあ仕方がないね。お互いのフィフスベイ、せーの、じゃん。リザードロット、シャークスケール。フィフスバトル、レディーセット、3、2、1、ゴー。止めて。うわっ、いいぞ。やれ。いや、これだいぶスタミナ削られたわ。いや、まずい。ナイス。セーフィニッシュ。シャークスケールに1ポイント。リザードロッドにもス
ピンフィニッシュで勝てますこいつ。やっぱり強いぞサメ。お互いの6ベイ、せーのじゃん。コバルトドラグーンバハムートブリッツ。6バトルレディーセット。3、2、1、ゴーシいけ。ブリッツ飛ばせ。ここは取りたくないよ。飛ばない場所にいたい。逃げられるブレイク。さあ回転力結構弱めにシュートしたけど、最後送り合いになればきっとこっちの方が有利。ただこっちも回転をもらえるはずだブリック。そうね、 LR でどれだけしておお。まあそこはね。フィニッシュ。コバルトドラグーンに1ポイントということで、この 3on3 バトルの勝者は野水渡る。エレベートがずる。はい、ということで 3on3 バトルやっていきましたが、いかがだったでしょうか。いやー、今回はね、持久ベイ、ブラキオウィップがせっかく出たということで、私は持久ベイが多いスピンフィニッシュを取りに行くというデッキで対戦して、スピンフィニッシュで勝つことができてよかったなとは思うんですが、ウィップの前に話したいのはスケール強いよ。そうだね、逆に今回チョメマルはねアタックマシマシな3機でいったんだけど、やっぱねシャークスケールが群を抜いて強いな。そうね、ロッド H との対戦よ。そう何も考えずにただロッドをぶっ飛ばすために全力で引けばいいやと思ったらね、やっぱ相手のロッドをボンボン飛ばしてスタミナを奪ってこっちがねスピンで勝てるっていう。アタックタイプの攻撃をディフェンスっぽいカスタマイズのね、ウィザードロッドで守りきってオーバーしなかったらスピンで負ける。いやー、本当にスケールのポテンシャルの高さっていうのは感じるなぁとは思いますね。そうだね、買えないのがねもうあれだっけ、発売して1年近くになるのかな、そろそろ。まあ結構経つよね。そうだよね。でセットのみそろそろね何かしらの形で手に入れれるようになればいいのかなって思います。ウィップの前にこういう話するのもあれだけどさ、正直ランダムブースターのさ最近の封入もさ嬉しくないパーツとかがあったりするわけじゃないですか。有名どこで言うと385何回も連続して再録してるみたいなさ、どういう意図もあっての再録なのみたいな風に思っちゃうところもあるからさ、そういうちょっと再録回数の多いパーツとかはちょっとだけはけてもらってこう使うパーツとかをね、今で言えばスケールとかビットで言えばラッシュとかローラッシュとかそういうところをねもうちょっと再録してくれれば、今後のちょっと品薄が少しの間続くよっての時にも嬉しいのかななんていうふうには思ってしまいますね。そうだね、特にスケールね、自分が使わないにしても、自分のベイが勝てるのか見ときたいじゃないですか。そうだね、特に大会とかでもうめちゃめちゃ頑張るぞって人ほどってなった時に仮想敵としても用意できないっていうのも正直良くないとは俺は思ってるんで。そうだね。でやっぱスケールもねちょっと破損しやすいということもありまして、バレットグリフォンほどではありませんが、で再販するとやっぱり予備欲しい人もねみんな買いに行くので、もう数が足りてないっていうのはねちょっと難しいとこですけど、スケールは再録してほしいですねと思いましたね。そして新パーツブラキオウィップ、使った感想としては同じようなカスタマイズでブラスト W っていうパターンもあると思うんですけど、ブラストの方がいいと思ってしまう面もあるんだよなって正直思いましたね。特にね今回結構姿勢崩しがちだったということが僕の中ではあって、前回の動画かな、の時は僕が760使っててちょっとバランス保ちやすかったとか、あとはそっちが使った時はヘキサついてたかな。そうだね。でバランス取ってたってのがあるんですけど、今回ちょっとバーストしやすそうだなと思って960に変えたらやっぱちょっとバランス取るの難しいなという印象がありまして、ブラストの時の方がバランスは良かったななんていう風に思ってしまうところはありましたね。それはもちろんまだ僕のね調整がうまくいってないところもあるんですけれど。そうだね、もうちょっとデータが取れていけばどっちがいいのかなって固まってくるだろうし、そのブレーダーの好みによっては分かれるんだろうね。
でも割とポテンシャルは感じたなと思いましたね。うん特にやっぱりこうスケールと対面した時とかにアシストブレードで受け止める、うん結構飛ぶなとは思いましたけど、そのロッドとはまた別のね戦い方ができるっていう面ではありな選択肢の一つかなと思いましたね。それこそヘキサみたいなねこう真ん中でとどまる系のちょっとバーストしづらいビットとかが今後出たりするともうちょっと活躍の場も広がったりとかしそうで、いや意外と面白いベイブレードだなと思いました。ということでこの動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。